さてと、前回は神社を作ったね。そうだな。で後裏での進捗とかはあったのか？結構期間空いたし。申し訳ないんだけど裏で進めたところは特にないよ。あ、そうなの。まあそんなことはさておき、ひとまず現在の都市の状況を確認していこうか。了解。それじゃあ現在の財政状況から、ポチー。まずは収入源の詳細を軽く見ていこう。OK。住宅ばっか建ててたから、市民税からの収入が一番大きいかなって思ってたんだけど、意外と産業エリアからの税収の方が上回ってるみたいだね。これに関しては魚寺漁港と、瀬川新農農業エリアの影響が大きそうだな。ああ、それもそうかもね。この事実を知るとなおさら新しい産業区画に手を出したくなるね。それもそうだな。ただもし新しい産業区画を整備するとなると、公害対策と交通網の強化が必須になるだろうから難しいところだね。まあな。それに関しては後々考えていこう。オッケー。田舎開発を終えたあたりくらいから本格的に視野に入れようか。それじゃあ次は支出の詳細を軽く見ていこう。オーケー。今はやっぱり道路の維持費に一番税金を持っていかれてるみたいだね。まあ北山港道路や関門道なんかの維持費も、我が市が負担してるわけだから当然っちゃ当然か。これは結構痛いね。とりあえず道路関係の維持費はもう仕方ないとして、他に削れそうな支出はないかな。今の状態で全てちょうど足りてるくらいだからこれ以上削れるものは。そういやなんでこんなに公共交通機関に対しての支出額が大きいんだろうか。今この市が運営している公共交通機関なんてバスくらいしかないはずなんだけど、とりあえずさらに細かい詳細を見てみようか。どうやら鉄道に対して毎週3000も税金を持っていかれてるみたい。3000もか。ってあれ？確かこの市には運行中の市営鉄道路線なんてなかったはず。一体なぜ毎週3000も税金がそこに溶けてるんだ？原因わかりました。なんだ原因って。新農地区の南側なんだけどこれ見てくれる？これは、少しも使われていない未成線か。これ以外には線路すらないし、この未成線が謎の支出の原因で間違いなさそうだな。そうだね。本当は北九州市までの延伸計画があったんだけど、なんだかんだあって結局放置されてるっぽいね。そうか。で結局この未成線は思い切って撤去するか放置するのかどうするんだ？いい機会だし一度撤去しちゃおうか。土地はいくらでもあるから、もう一度作ろうと思えば作れるしね。了解だぜ。とりあえず財政状況の整理はこんなもんでいいかな。だな。それじゃあここからは実際に都市開発していくとしますかね。了解。まずメインの箇所の開発をする前に、前回開発した地区の空き地を埋めていく作業をしていこう。そうだな。まず桜御殿町東部が空いているみたいだからそこを開発していこうか。まあ開発するって言っても、道路敷いて住宅を建てていくだけなんだけどね。まあちゃちゃっと済ませてしまおう。オーケー。はいここで問題です。なんや。この道路に足りないものは何でしょうか？標識とかなんじゃないか？確かにそれもそうだけど私の思い浮かべてたものと違ったから外れ。ちなみに私が思い浮かべてたのはこれね。ボラードね。確かにこの参道にガードレール敷くのもなんかあれだし、ボラードあった方が良さそうだな。そんなわけでボラードを設置していこう。さてまあこの辺りはこんな感じで完成でいいかな。そうだな。さて次はどこを開発していくんだ？前回桜御殿町を開発するのにあたって、地形に大幅な操作を加えた結果、高速道路の側面が頭おかしいくらいでかい崖になってしまったので、とりあえずこの問題を何とかして解決していきましょう。了解。で解決するって言ってもこんなイカれた崖どうやってごまかすんだ？さすがに桜御殿町側の高さを高速道路側に合わせるのは無理だろうし。まあそうだね。それじゃあこのトンネル区間を、この辺りまで伸ばしちゃおうか。オーケー。もともと地上区間だったところをトンネル区間に変更するのにあたって、まずは擁壁を撤去していこう。あとは下りと上りを隔てていたラバーポールとガードレールを撤去したり、新下関ジャンクションの案内標識も一時的に撤去しちゃっていいかな。そうだな。あと面積的にここにあったら邪魔になりそうだから、恵那山インターチェンジだけ撤去しちゃえば、トンネル区間に敷設し直す準備は完了かな。まああとはこんな感じでトンネル変更区間の上を、地形ツールで桜御殿町の地表の高さよりちょっと低いくらいに合わせておいて、最後に道路をトンネルにアップグレードすれば、これでもともと地上区間だった、恵那山インターチェンジから安養寺トンネルまでの区間も全てトンネルになりましたね。これで危なそうな崖もなくなったわけだな。そうだね。それじゃあ最後の仕上げをしていこう。新下関ジャンクション側の安養寺トンネル出入り口を装飾していきましょう。まあでもそもそものトンネルの長さが変わったからまず標識を書き換えないとね。そういやそうだな。新安養寺トンネルはだいたいどのくらいの長さになったんだ？
測ってみたところ大体長さは1200メートルくらいみたいだね。というわけで旧安養寺トンネルの全長360メートルだったところを、1200メートルに書き換えていこう。じゃああとは新しく作った標識を、新下関ジャンクション側の出入り口に設置しておこう。あとは高速道路本線の脇をちゃんと擁壁で固めたり、下りと上りの間の空間をアスファルトで舗装して、片方トンネルが通行止めになった時に、こんな感じにできるようにするためのスペースにしていきます。こんな感じで、危険な崖をなくすプロジェクト完遂。それじゃあ今から前回言ってたあれを作っていこうと思うよ。前回言ってたあれってことは道の駅だな。イエス。ただその道の駅を作る前にとあること。いやもうわかってると思うけど川を流そうと思ってね。そういや下関市は川の一つも再現されてないしな。お向かいの北九州市はちゃんと川もあるんだけどね。そんなわけで自分で川を作っていきましょう。なければ作ればいいんやの精神でうちはやっておりますんで。おう。で川を作るって言ってもどこ通って河口まで繋げていくんだ？まずこの谷に川を通して、この辺りで西側に向かうため右にカーブ。あとは若干カーブさせつつ、この辺りを河口にして海に流れ着く感じでいこう。了解。それじゃあ早速着工していこうか。せやな。これはなかなか大規模な計画になりそうだよ。そうだな。そうそう、川とは関係ないんだけどこの際、宮灘インターチェンジをいくらインターチェンジに、で布施川インターチェンジを立川インターチェンジに名称を変更しようと思っていてね。まあすでにあるインターチェンジの中でその2つのインターチェンジは、現実準拠で名付けたわけじゃないからな。それをちゃんと現実準拠に変更したってわけか。まあ川作ったりだとか今回予定していることを全て終えて時間があれば、名称変更にあたって必要なことも済ませようと思うよ。OK わかったぜ。それじゃあ引き続き川を延伸していこう。さあ河口直前まで伸ばしてきたよ。川を作るのもさすがにこれだけの距離ともなると地味に大変だな。そうだね。それじゃあ次は河口を作っていこう。とりあえず河口はこんな感じで、2本防波堤を置いておけばそれっぽくなるから、あとはその防波堤の脇にテトラポットを置いておけばっと。はいこれで河口は完成。細かいところに関してはまたこの辺りを開発することがあればその時にやろう。OK。それじゃあ今回の開発地に戻ってっと。今この川には水も流れていないしただの堀みたいな状態ですよね。そうだな。そんなわけでこの溝に水を流していきましょう。やり方は非常に簡単。水を開いて水源を設置を選択して、はいこれで OK。水量やらに関しては後々調節していきましょう。OK。それじゃあ川の支点から河口までちゃんと水が流れ着くか、実際に見守りながら時を進めていきましょう。まずは右カーブまで到達。さあ河口までもう少し。到達じゃー。何の問題もなく最後まで流れてくれたみたいでよかったよかった。とりあえずどっかから水が漏れ出すってことはなかったね。でも大変なのはここから。まあ今の状態じゃただ掘り作って水流しただけの川みたいなもんだからな。シティーズスカイラインズ感が強すぎてリアルな風景とは言い難いね。というわけで手始めに河川敷を作っていきましょう。河川敷か、一体どんな感じになるのか楽しみだな。そうだね。まずはこの斜面をちゃんと強化しておきましょう。そうそう、JR 山陽本線の延伸ルートがある程度まで決まって、この河川敷を通ることになってるからちゃんと整備しておこう。今使ってる線路は私鉄向けだが、まあそれは気にしたら負けか。それじゃあまず手始めに、この河川敷のあたりまで至る道路を整備していきましょう。まずはそこからか。先に橋を架けておいて、あとはうまいことこの高低差を乗り越えて接続すれば OK。あとこの道路毎回この道路だとか県道だとか呼んでるので、ちゃんとした名称をつけてあげましょう。命名、県道247号安岡港調布線。まあ普段呼びは安岡港調布線でいいかな。あとはこの橋の名称も今決めてしまおう。命名、桜橋。よく言えばわかりやすい名前だな。それじゃあ道路仕上げタイム。まずは桜橋東詰交差点の表示を描いていこう。あとは桜橋東詰交差点から縫山交差点までのこの区間。ここ一人称視点で見ればわかると思うんだけど。まあ、なかなかな上り坂なわけよ。そうだな。トラックだと特にきつそうだし。ということで途半車線を整備していこうと思います。まずは2車線プラス1車線で合計3車線の道路にアップグレードしていきましょう。途半車線と走行車線を分ける線が邪魔なので、途半車線がある区間のラインをすべてプロッパ棒アスファルトで隠していきます。
そしてこの地獄のような作業が終わったら、次は線を引き直していきます。一体何のために？いやと反射線と走行車線を分けるラインって、加速、合流車線や分岐車線に使うような感じのラインになってるんだよね。確かに言われてみればその通りだな。あとはと反射線の始まりと終わりを案内する標識を設置して、忘れずこういう細かい標識なんかも設置しておけば当反射線の整備は完了だよ。それじゃあ河川敷に戻ってっと、まずこの河川敷に降りることができるように、この辺りから河川敷まで至る道を整備していきましょう。この土の道をちょっとぐねらせつつ河川敷まで下ろしていって、さあこれで河原を作っていくための下準備は完了。それじゃあ早速河原を作っていきましょう。OK。まず地面に土を敷き詰めます。そんで次はその土の上に砂利のデカールをかぶせていきましょう。あとは偉大なる雑草を生やしまくりましょう。やっぱ雑草は生やすだけでそこそこ立体感が出るな。そうだね。あとは色々装飾していけば河原の完成。このような川のカーブは内側の流れが遅く、外側の流れは速いのは皆さんご存知でしょう。まあそうだな。ということでこのカーブの外側の方は、速い流れによって削られた崖みたいな感じにしていきましょう。了解。まず内側に比べて外側は少し地面の高さを高めにしておいて、まああとはこんな感じの岩を設置していけばそれっぽくなるかな？なんか違う気がする。それじゃあこの上の方、先に植林しておこうか。そうだな。お、かなりマシになったんじゃない？そうだな、これならそこまで違和感ないし。強いて言うなら水が変なことになってるのが気になるけど、これに関しては仕様っぽいしもう仕方ないかな。それじゃあ今回の川装飾編、最後は中州を作っていこうと思います。中州か。ちなみに中州ってのはこういう感じで、川の中で堆積した砂の陸地のことね。ただこの世界は水の扱いが群を抜いて難しいから、うまく作れるかは今のところわからないよ。それに関しては実際に作ってみないとわからなさそうだな。そうだね。まあとりあえず試しで桜橋のそばに一つ中州を作ってみよう。OK。時間を止めた状態で作業したら水が溢れてしまう可能性があるから、時間が流れる速度を4倍速にして作業していくよ。今のところ問題なく水も流れてるし大丈夫そうだね。それじゃあ川関係は一旦ここで終わり、次は道の駅を作っていこうと思います。ついに道の駅に手をつけるんだな。で最終的に道の駅の建設場所はここになりました。桜橋渡ってすぐのところだな。それじゃあまずは駐車スペースを整備していきましょうかね。了解。そんで今回作る道の駅、なんか参考元とかあったりするのか？そう参考元ね。この、道の駅蛍街道西の位置、ってところを参考にして作っていくよ。まあ参考にするのは駐車場とか出入り口のあたりだけなんだけどね。とりあえず駐車スペースの原型はこんな感じで OK かな。せやな。それじゃあここから若干装飾を加えていこうかね。まず逆走してしまうような人が現れないように、進行方向を表す矢印路面表示をいくつか貼り付けていきます。あとは駐車場の奥側に止めたとしても、安全に道の駅の本体に向かえるよう歩道を整備していきましょう。そういや桜大社の参拝者用駐車場に関しては、まともに歩道整備してなかったがあれ大丈夫なのか？まあ大丈夫じゃないね。ただそれに関しては今回の開発で余った時間を使って、それプラスアルファ改良したいところがあるからまた後でやろう。OK。それであとはこことここを横断できる横断歩道を整備していきましょう。そう。前も言ったと思うんだけど、この道の駅の前の道路、県道安岡港調布線は将来的に、大型車の往来が多くなることが予想されるから、ちゃんとそれ専用の駐車スペースも整備しておきましょう。それは大事だな。ただ面積的にあまり多くの駐車スペースは作れないから、とりあえず大型車用のスペースは5台分整備すれば十分かな。まあひとまずはそんなもんで大丈夫そうだな。そして道の駅の本体の前のスペースが少し空いてしまったので、ここにも駐車スペースを整備していきましょうか。そしてここの駐車スペースは、道の駅側を6台分新商車用スペースに指定しておきます。さて、駐車スペースに関してはこんなもんで完成でいいかな。そうだな。それじゃあ本体の建設に移っていきましょうか。
そういや道の駅に使えそうな建物って結構少なかったよな。一体何を使って作ってくんだ？基本的にはこの道の駅って調べて出てきたものだけを、組み合わせてなんとか作っていこうと思うよ。なんだいつも通りの納金理論か。それじゃあまずは駐車場から見て正面側を作っていきましょう。この、JP ロードサイドステーションってやつを建設して、あとはその上に適当な看板を設置すれば、正直これだけでも割とそれっぽくなるね。そうだな。でもやっぱりこれだけだと物足りない感があるから、いくつかこれを組み合わせて建設していくよ。とりあえずこんなもんで十分でしょう。そうだな。ただ、まだ足りないものがあるよね。足りないものね公衆トイレとかじゃないか？正解。ということで公衆トイレを建設していきましょう。ちょうどいい感じのスペースがあるからここに建設していくよ。そうだな。それじゃあ道の駅本体の方もある程度形はできたから、ここからは装飾を施していこう。そうだな。まずはここから、自販機を2台ほど設置していこう。そして自販機の隣にゴミ箱を置いておけばリアルさアップ。かなりいい感じだな。そしてベンチも忘れずに設置しておこう。安定の組み合わせ、って感じだな。そうだね。こういう感じの公共施設には大抵ある気がするし。で今置いていってるのが序盤の方でも出てきたボラードだな。その通り。そういやボラードって何のためにあるんだ？さすがに見た目のためだけってわけではないだろうし。ボラードはこういう広場や歩道に設置して、内側に自動車が進入するのを阻止するために設置するよ。なんとなくは分かっていたが、そういうことだったんだな。イエス。あとこのボラード、いろいろな種類があるのが嬉しいよね。そうだな。見てください。この、建物の間のスペースが装飾して欲しそうにこちらを眺めています。装飾してあげましょう。で、このスペース、一体どんな感じのスペースに仕上げていくんだ？そうだね。この道の駅で買ったものをその場で食べることができる。そんな感じのスペースにしていくよ。了解。こんな感じでテーブルと椅子を並べていけば。まあまあいい感じ。そうだな。それであとはここにも自動販売機セットを設置しておけば。よし、結構いい感じにできたね。それじゃあまだ装飾できていないところは、あとは道の駅で入り口付近の歩道と、道の駅と安岡港調布線の間のスペースくらいだね。それじゃあ道の駅作りはラストスパートだな。そうだね。まずはこの、道の駅で入り口付近の歩道の装飾を済ませていこう。とりあえずこの辺りは緑化しちゃおうかな。そうだな。あとは道の駅前側のタイルをこっち側に引っ張ってきて、いろいろと小物を設置していけば。どや、まあまあいい感じだと思うぜ。それじゃああとは、道の駅と道路の間のスペースを適当に装飾していけば、道の駅は完成。でもまだ残ってることがあるよね。なんだ残ってるものって。道の駅の前にある道路の装飾ね。そういや道路の装飾はまだ済ませてなかったっけか。そうだね。というわけで早速装飾していこう。せやな。まずは各種標識たちを設置していきます。そしてその他の装飾を済ませれば完成。まとめ方雑だな。だってこんな細かい作業見せ続けても正直飽きるでしょ？はい。そうそう。今作った道の駅の名称についてなんだけど、いい名前が思いつかなかったので募集したいと思います。良さそうな名称が思いついた方は、コメントしていただけると嬉しいです。そうそう。道の駅関連でもう一つだけ作りたいものがあるんだよね。なんだ？ Google マップで上から道の駅を見てたんだけど、道の駅の中に神社があるのを発見してね。へえ、そんなのもあるんだな。でこの神社、本来は室内にあるっぽいんだけど、あいにくこのゲームではそんなことはできないので、代わりに道の駅の奥側のこの土地に小規模の神社を建設していこうと思います。ちゃちゃっと作っていこう。まずは本殿まで向かう道を簡単に作っていきましょう。とりあえずこんな感じでいいかな。本当に簡易的な作りだな。まあね。あとはなんか適当に作っていけば完成。それじゃあ次は小学校を建設していこうと思うよ。そういや前回、川の近くに小学校を建設する、みたいなことを言ってたよな。そうだね。それで細かい建設予定地なんだけど、この桜橋東詰交差点を川上流方面に曲がって、少し進んだ。ここに小学校を建設していこうと思います。
それではまずは基盤を整えていきましょう。そうだな。まずはサーフェスネットワークとプロッパ棒グラベルを使って、小学校の地となるものを作っていきましょう。でもグラウンドの地面の土ってもうちょっと明るい色じゃないか？そうだね。まあ完成してから見ても、かなり暗く見えるようならちょっと修正を加えようかな。あとは川沿いの道の方のここに擁壁を敷いておけばとりあえず基盤は完成かな。そうだな。それじゃあ次は校舎を作っていこう。日本の小学校の校舎は基本的に北側にあるので、それに従って建設していきます。いくつかの方角に校舎がある学校でも大体グラウンドの南側は開けてるよな。そうだね。ちなみに今回建設する小学校はグラウンド北側のみ校舎を建設するから、そういうのは特に考えなくても大丈夫そうだけどね。あと本当は今開発してるここじゃなくて、こっちに小学校を建設する予定だったんだけど、もしこっちに建設すると文科省で定められている、良好な日照及び空気を得ることができることが重要である。っていう指針に逆らうことになってしまいかねなかったからね。まあ確かにあっちに小学校を作るとしたら、地形的にも十分な良好な日照を得られないかもしれないしな。まあ年には年をってところもあるけどね。とまあそんなことを話しているうちにここまでできてしまいましたね。あと足りないものは、施設に関しては体育館とプールとかそれくらいか。そうだね。それじゃあまずはプールを建設していこうか。それじゃあ場所は校舎の西側で。そこに建設するのか。頑張ればフェンスの隙間から砂子田川見えそうだな。そうだね。それじゃあここからはプールの周辺施設やらを作っていきましょう。地獄のシャワーはあるのか？残念なことにあります。というかないけど作ります。プロシージャルオブジェクトでブロックと棒みたいなやつをつなげてね。いやそこまでするならアセット作った方がいいだろ。シティーズスカイラインが重すぎてアセットエディタ開けないので無理です。なんかごめん。そんなわけで地獄のシャワーが完成しました。これは想像以上の出来だぞ。この調子で今は使われなくなった、腰洗い槽を作っていきましょう。腰洗い槽まで作るのか。本当にジオラマ作ってる気分になってきましたわ。それじゃあ次は見学するときに座るベンチを作っていきましょう。本当は背もたれがないタイプのベンチを横に並べていこうと思ってたんだけど、あいにくないので普通のベンチで妥協。あとは上に日よけの屋根を設置すれば、かなりいい感じになったね。そうだな。あとはなんか高いやつも忘れずにね。語彙力。そうそう、あとは時計もね。この時計おしゃれなやつだ。それじゃあ最後に更衣室を作っていきましょう。まあ更衣室作るって言っても、それっぽいのを一つ置けばそれでもう完成なんだけどね。安定のクオリティ。そして忘れてはいけないのが体育館だよね。そうだな。でも体育館のアセットってあったっけな。安心しな。今までまともな小学校を作ってこなかったから忘れてただけで、しっかり小学校用のアセットの詰め合わせがあるんです。というか校舎にもこのアセットを使わせてもらったよ。そうだったのか。とりあえずある程度の形はできたし、ここからは細かい装飾をしていこう。ただ一部の装飾はまた次回に回させてもらうよ。色々と事情があってね。それじゃあまずは校門のあたりを装飾していきましょう。ちなみに小学校の装飾はもう一度一から装飾し直しておくよ。なんで？色々あって気力がゼロなんだよね。一応作るっちゃ作るけど納得いくものにならなかったから。まあでも気力ある時に作ったものと、気力ない時に作ったもので見比べられるしちょうどいいんじゃないかな。それもそうだな。ちなみにプール作り終えてゲームがクラッシュするまでは絶好調でした。めたいこと言うの本当にやめて。ごめんなさい。あとは大体の小学校にある、屋上に何々賞って書かれたやつを再現していこうと思います。これに関しては気力関係なく普通に埋め込むだけだからな。そうだね。というかさっきから気力言ってるけど、どちらかというと時間が間に合わないから急ピッチでやってるだけなんだけどね。それじゃあ次は正門のあたりだけ作っていきましょう。まあさすがにそこはな。まずこんな感じで門を置きます。めちゃくちゃいい感じだな。あとはこのあたりを最低限住宅で埋めまして、横断歩道を整備します。あとは木でも植えていって、標識なんかも設置しておけば。一応機能はするだろうしこれにて小学校完成。住民の皆様、意見発信局へようこそ。司会を務めますのは、私ゆっくりレ夢ムと、ゆっくりマリサだぜ。このコーナーでは都市の制作風景を背景に、いただいた意見に返信していきます。それでは、どうぞ。おつころ様です。久しぶりの動画、しっかり最後まで楽しまさせていただきます。お久しぶりです。投稿期間が空いた分、内容がしっかりしてますね。待ってました。とんでもねえ、待ってたんだ。
コメントありがとうございます。長いこと待たせてしまって本当に申し訳ございません。というか前の動画で投稿目標は2週間後とか言ってたくせに結局過ぎてるじゃねえか。いやでもマジでサボってたわけじゃなくて色々アクシデントがあってね。数日分のシティスカのデータが消えたり、AirPods DLC が来たことによってまともにシティーズスカイラインが起動できなくなったり、あとはからかい上手の高木さんの3期が放送開始さ。まあ最後の理由はさておき、それなら仕方ないな。早く主要のモッドがアップデートに対応することを祈る。それでは次のコメント、どうぞ。色ころさんは、ニョキニョキしないんですか？昔はしてたんですが最近は自粛してます。21分41秒あたり、対向車線の車が思いっきり車線の部分を走ってる。ほうほう、どれどれ。ああ、本当ですね。実際ゼブラゾーンを踏むこと自体は特に問題ないんですけど、右折車線に入る全ての車両がゼブラゾーン踏んでるってのもちょっと不自然ですね。ゼブラゾーンは踏む人と踏まない人がいるからな。まあ極力踏まない方が望ましいんだけど、適当に解決策を考えておきます。よろしく頼んだ。それでは次のコメント、どうぞ。個人的に、今の開発が終わったらバスが欲しいですね。調布駅から、調布万寿町へ向かい、セブンイレブン宅楽地点を越え、田倉大社へ向かう系統と、セブンイレブン宅楽地点から、旧恵那山へ向かうルートの系統が欲しいですね。長距離バスになりそうなので、停留所の間隔は短めで、車両も田舎っぽいのがいいですね。そうですね。検討しておきます。ただ調布駅から田倉大社へ向かう系統を作るならこの辺りも開発しなきゃだな。とりあえず要相談かな。それでは次のコメント、どうぞ。このセブン、7チキと唐揚げ棒しか買えないんだぜ。7チキと唐揚げ棒美味しそうだからセーフ。そういう問題じゃないんだよな。でもこれだけのアセットをこの役で済ますのはもったいないから見えるところにも立てたいね。それは同感。田倉大社に来た観光バスは、どこに止めたらいいんですかね？完全に忘れてましたわ。後で田倉大社の参拝者用駐車場に、歩道とバス用の駐車スペースを作っておきましょうかね。それが良さそうだな。それじゃあ尺的にも残り2つくらいで終わろう。4G 基近くに通信線と電力線がなかったので、どうやって通信してるか気になりますね。というか、時代はもう 5G ですよ。いやほんとそうですよね。ただ田舎の方にはまだ普及してないっぽいので、とりあえず今はまず 4G のアンテナを立てていこうと思ってます。あと4G 基地局は地下に通信線と電力線が埋まってるんですよ多分。ほんとかな？それじゃあ次が最後のコメント。かなり間が空いていたので、またパソコンに不具合があったのかと心配になっていましたが、そんなことはなかったみたいでよかった。それよりも、投稿するたびに技術が進化してくるので、あっぱれです。コメントありがとうございます。ただ最近配信された AirPods DLC に伴うアップデートの影響で、今のところそもそも起動することすら不安定になってしまっているので、ちょっと遅れるかもしれません。あと1本の動画作るのにかかる時間も最近長くなってきてるからな。そうだね。というわけで今回の意見発信曲はここまで。いただいたコメントすべてに目を通し良さそうだなと思った案は反映させていただいております。以上、2022年1月28日放送分、意見発信曲でした。またのご視聴をお待ちしております。今回の開発は結構ハードだったね。そうだな。それじゃあ忘れる前に、一旦今回作ったものを振り返ろうか。危険な崖をなくすために延長した安養寺トンネルだろ。あとはこの砂子田川だろ。名称募集中の道の駅。あと道の駅に作った神社は、消えたんだったな。心えぐるのマジでやめて。おう、すまん。であとはこの田倉小学校だな。パーフェクト。個人的にはトンネル出入り口のところと、この参道が好きだな。そこには特に力を入れたからね。そしてこの小学校もいいよな。そうだね。特にここからの景色がたまらん。同じく。そう、次回の開発方針が決まったからお伝えするよ。次回はもともと、この辺りの開発をしようかな。なんて思ってたんだけど、急遽変更できた九州のこの辺りを開発することになりました。一体何を作るんだろうな。この辺りに住んでる人か、勘のいい人ならわかったかもね。とりあえず次回する主なことは、1、この地まで道路を引っ張ってくる。2、目玉の施設を建設する。3、周辺を開発する。みたいな感じになるかな。OK 了解。あとはまあ道の駅の神社と学校だけどうにかしておくよ。あ、そう、言い忘れるところだった。もともと歩道もバス用のスペースもまともに整備されていなかった。田倉大社の参拝者用駐車場が、こんな感じに生まれ変わりました。ってやりたかったんだけど、時間の都合でできなくなりました。次回の動画でやります。悲しいなぁ。それと結局道の駅はこのスペースではなく、秋根地区の方に建設したから、普通に木を生やして埋めておきましょう。ご苦労様です。それでは次回の開発でお会いしましょう。あとマジで言い忘れてたんだけど。なんだ？人口が約4000人ほど減りました。なんで？ということで今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
なんで